条例と幸福。本教条例は病気を治すのが目的のようになっているが、本当から言うとそれだけではないので、もっと大きな意味があることを書いてみるが、一言にして言えば、条例とは幸福を生む方法である。というのは、単に病気といってももちろん浄化であり、その元は霊の曇りの解消作用であるのは今更言うまでもないが、そればかりではなく、人間一切の苦悩のなくなる作用である。したがって、貧乏も争いも浄化の現れで、私の言う病貧相ことごとくがそれである。ところが、一切の浄化作用の中で、最も重要なのが病気であって、これは生命に関するものであるからで、したがって、病気さえ解決できれば、貧乏も争いも自然に解決されるのは当然である。もちろんそうなることが幸福の根本であるから、不幸の原因は全く霊の曇りであるのはあまりにも明らかである。それを簡単にして確実な方法こそ、霊の曇りの解消法としての条例であるから、最初に述べたごとく、条例は一人病気のみではないことである。それについて一層詳しく書いてみよう。以前書いたことがあるが、人間の体は限界に呼吸しており、霊は霊界に生きている以上、霊界の状態がそのまま霊心に影響し、それが肉体に移るのであるから、人間の運命のその根本は霊界にあるのである。そうして、霊界も限界と等しく、上中下多数の段階になっており、これを分ければ大別して3段階になっている。そのうちの1段が60回、それが3分され20段ずつになって、合計181階級である。そうして、1は主神であるから、主神以外はいかなる神様でも、180の中のどれかの段階におられるのである。右は縦を言ったものであるが、今度は横を言ってみると、横の広がりの一つ一つの段が、地獄から天国までそれぞれ異なっているから、仮に現在自分の例とすると、下の60段のそのまた下の20段にいる場合は、最低地獄に相応するから、これ以上ないほどの苦悩に満ちた世界で、これが体に移って苦境のどん底にあるわけである。また、その上の20段に上がると幾分楽になり、そのまた上の20段はもっと良くなるというように、それぞれの段階一段一段、その苦楽の違うのはもちろんである。それで、右のごとき、下の60段を突破すると、今度は中の段階になる。すなわち、中界、八股であるから、限界に相応するので、そのまた中から上の60段へ入ると、ここは天国であるから、天人の地位となり、歓喜閲楽の境遇となるのである。右のように、その人のいる段階そのまま通りが運命となるのだから、一段でも上に行くよう心がけるべきで、上になるほど、ますます苦しい、忌まわしいことがなくなり、幸福は増すのである。つまり、浄化すべき苦痛の必要がなくなるからである。だから、人間は霊心が下段にある間は、どんなに知恵を振るい、骨を折ってもダメである。というのは、これが神の転則であって、霊主体重の法則も、原として犯すことができないからである。故に、幸福になるには、どうしても、霊を清めて軽くし、少しでも上位になるよう心がくべきで、それ以外に方法は絶対にないので、ここに条例の大いなる意義があるのである。昭和27年3月25日。